こんにちは。お元気ですか？今日は7月4日の土曜日ですね。今日私昼の11時40分に起きてしまいました。別にね、私会社員やってるわけじゃないから、金曜日疲れて土日週末に寝坊したとかそういうんじゃないんですけれども、ちょっとね、ここ数日メンタル的な体調を崩しまして、ちょっと昨日一日中寝てたんですよね。ちょっと一回休もうと思って。で、一日中寝てたわけなので、ベッドに横になったりとかして何もせずに、だらだら YouTube 見たりとか、あとはそのままちょっと眠ったりとかして、だから夜もね、あんま眠くなんなくって、それで眠りについたのが、4時ぐらいだったんですよね。それで12時40分に起きたってことはまた結構寝たなとは思うんですけども、それはそれでいいやっていう感じでなんですけどもなのでね、ちょっと原因はよくわかんないんですけど、ちょっとメンタルが落ちちゃってちょっと休んだんですよね。で、そんなにすっごく落ちたわけじゃないので、今無理せずにね、好きにちょっと数日しようかななんて思いながらの今日でございます。で、あんまり喋るテンションでもなかったんですけども、それでもね、週2回ぐらいは何でもいいから言葉を発しようっていうのもあって、今日もこうやって喋ってるっていう感じですね。そうね、だからここ数日すごい何かあったとかね、喋る何か内容があったっていうことじゃないんですけれども、そうだな、なんですかね。今年に入ってからね、ちょっと収入がうまくお金稼げないっていうのもあって、それでなんやかんやで心の奥底でぐだぐだ悩んでたんでしょうね。そういうのもちりつもになってっていうのもあるのかもしれないですね。でもね、それでも結局は自分がやる気を出したりとか元気を出したりとかいうのはね、ちょっとメンタルがちゃんとしてないとそれってできないことなので、これはね、まさに戦略的怠惰っていう感じで、ちょっとダラダラしたりとか、もう寝ててもいいし、もう何でもない YouTube 見まくってもいいし、なんだったらお菓子食いまくってもいいしっていう風にね、ちょっとね、ここは一旦小休止をしようと思いました。で、その中でね、ちょっとスパイスとしてやりたかったら仕事をちょっとしてもいいし、生産的なことをするためにっていうよりも気分転換に仕事をするとかね、それくらいの勢いでちょっとしようかなっていうふうに思ってます。ということで、そうね、だからここ2、3日寝てたりとかねしただけなんですけど、今日ね、コーヒーは飲みましたね。で、そうだ、コーヒーをちょっと前にネットで久々にちょっとこれ飲みたいなっていうところを探して、いつもと違うお店で買ったんですけども、3種類ほど買ったんですね。ブレンドとケニアとコスタリカだったんですけれども、全体的にね、いつも買ってるコーヒー屋さんより焙煎度がね、やや深入りのものが結果的に揃っちゃったんですよね。これ飲みたいなっていうのを選んだところ、あんまり焙煎度が浅いものが結果的になくて、中深入り、中入りと中深入りと深入りみたいな感じになっちゃったんで、その3種類をね、ここ最近飲んでたら、ちょっとね、もうちょっと浅入りのコーヒーが欲しいななんて思っちゃって、もしかしたらね、また近日中に違うところで、同じコーヒー屋さんでもいいんですけども、せっかくだからちょっとネットでせっかく買うので、いろんなところをちょっと検索してみてね、買ってみようかななんて思いましたね。全然ね、自分も深めの焙煎の方が嫌いなわけじゃないんですけれども、やっぱね、その日の気分によって今日はこういう味、
今日はこういう味っていう時に結構焙煎度を大まかな目安として今日はこれくらいのが飲みたいなっていうのがあるので、ある程度ね中入りの中浅入りとかねが揃ってないと今日はこれくらいのが飲みたいのにっていうのにないっていうことも多いんですよね。そうそう。まあちなみに今日はケニアの豆を飲んだんですけども、そこで買ってケニアの豆を今回は入れたのはドリップしたのは2回目なので、前回入れた時、40点ぐらい、いや20点ぐらいかなの入れ方だったので、ちょっと今日はねそれを修正して入れたりとかしました。ちなみにねケニアの今回買った豆はそのお店の書き方だと中深入りって書いてあったんですけども、私の感覚だと深入りに入るぐらいの度合いかなっていう焙煎度だったんですね。結構中入りとか深入りとか浅入りとかって結構そのお店での基準が違うので、そこはね実際こうお豆の写真の焙煎の色具合とかねなんか雰囲気で判断する感じになっちゃうんですけども、個人的には結構深入りだなみたいな、中深入りじゃなくて、深入りの最初の方かなっていう風に感じたぐらいの焙煎度だったので、結構だからやや深入りのものだったんですね。で前回飲んだ時にちょっと前回は買って初めてドリップする初手だったので、一番自分の中のベーシックなレシピでねちょっとやってみたんですよね。豆の量 15g、 ちょっと焙煎度が高かったのでもしかしたら 15g で多いかなとは思ったんですけども、でもいやまずはベーシックでいこうと思って豆の量を 15g でその粒度メッシュ、豆を引く時の細かさはなんて言ったらいいんだろう、中くらいかな、中くらいよりも若干細めに引いたかもしれないに引いて、温度がね何度だったっけ、でも結構低めの温度で入れたんですよ。84度ぐらい、いやそこまで低くなかったかな、で入れてだったんですけども、その20点とか40点だった味として、一番分かりやすい悪いポイントは結構こう焦げの苦みがはっきり出ちゃったところなんですよね。このドリップし終わった最後のこのカップに入れない残り汁みたいなねのチェックしたところ、結構はっきりとお焦げの苦みが出てて、で実際そのカップの方にも結構苦みがしっかり出てたんですけども、そのなんていうんだろう、こう美味しさのポイントになる苦みというよりも、いわゆる炭焦げからくるちょっとあんまこれ美味しくないなっていう苦みが、そういう悪い苦みの方がそこそこ感じたので、ここは結構失敗だったなと思いましたね。あとはケニアの豆っていうこともあって、やっぱりなんていうのかな、豆質がすごいじっくり成分が入ってるんですよね。成分が入ってるなんだろう、一概にケニアだからこうとは言えないんですけども、全体的な傾向としてやっぱりケニアってね、ケニア山の南西とか麓くらいが結構栽培のメイン地域になって、標高とかもそこそこ高かったりするんですよね。で本当に豆の栽培としてはすごいこう優れた地域だと思うんですけども、品種とかもね SL 品種とかで味に定評のあるところの品種もよく使われていて、でさらにその栽培環境、いわゆるテノワール的なものとかも良好で、すごくこう味の詰まった豆ができやすいっていう感じなんですよね。実際にケニアの豆ってどの焙煎度で飲んでも味がなんていうのかな、ざっくり言うと味がいっぱい、味がきついっていうネガティブな意味じゃなくて、味が強い、なんていうのかな、鋭いっていうとネガティブな
言葉になっちゃうんですけど、とにかく味がいっぱい、しかもそれが際立っているような感じになることが多いんですね、ケニアの豆って。その中でもどう焙煎するかによって、どの味を狙ってどういう風にやるのかっていうのを、焙煎士さんの考えによって、そのどれくらいの焙煎度にするっていうのは考えてると思うんですけど、あれ何が言いたかったんだっけ。とにかく苦味があれだったのか。まあそのケニアの豆で、あれなんでこれでそういう話になったんだっけ。とにかく苦味が、前回入れた時は結構ネガティブな味が出たうちの、はっきりした部分は結構おこげ系の苦味が出ちゃったなっていうのが一番のバッドポイントだったので、今回はそれを少しこう修正するために、まずこの苦味に限らず結構味がね、全体的に結構濃く出たので、豆 15g で、液体の方が 150cc だったので、ちょっとこれは濃度が高かったなっていうのもあって、まず豆をね、15g から 13g へ少なくしました。これでも十分しっかりした味が出るなっていうふうに思ったので。で、温度をね、前回より下げましたね。今回ね、ちょっと思い切って下げちゃったんですけど、81度ぐらいに下げましたね。で、そのメッシュは、細かさは、粉の細かさは、前回より少し粗めにしました。大きめにしましたね。この辺をちょっと修正した状態で、そうそう。あと、前回はね、結構長めに、粉が多かったこともあって、長めに2分ちょっとかけて抽出したんですけども、今回はね、1分半をめどにやりましたね。実際1分30何秒とかだったかな。ちょっとごめんなさい。忘れちゃったんですけど。それくらいでやって、あとは、この、ドリップするときに、やっぱり苦味が結構前回は、おこげの方の苦味が、悪い苦味がちょっと気になったなっていうのもあって、ドリップする上で、そういう苦味ってね、結構泡に執着するっていう性質があるんですよね。だからエスプレッソとかもね、泡にね、いい豆使ってたら美味しい苦味が結構つくんですけれども、いや話がどんどん脱線しちゃうんですけど、その泡にこの悪い苦味をある程度吸着くっつかせるイメージで、前回よりもあんまり粉をこうガチャガチャさせすぎないようにというかね、この中のドームの部分をあんまりこうわちゃわちゃさせないように、少しやや静かめにドリップをしましたね。で、この苦味とかね、そういうののコントロールできるっていうのは、こういうドリップ系の入れ方のメリットだとは思うんですよね。こうペーパーだったりネルだったり、そういうのやつですね。とにかくね、それで今回入れたら、前回20点から40点ぐらいだったのが、今回はね、70点くらいかな、いや60点くらいかなに入れれて、前回より全然美味しかったので、すごく良かったなっていうふうに思いました。ただね、ちょっとね、気になってることが前回からあって、前の動画くらいか忘れたけど、私結構全体的に結構ケニアの豆が好きなものの一つで、結構ケニアって結構他のに違って独特の味がたまに飲みたくなるっていうか、好きなんだよなっていうのがあるんですね。ケニアってちょっとかすかに独特な味があるんですよ、確かに。で、それがすごくこう、ずっと飲んでないからケニアのそれが久々に味わいたいなって思ったんですけど、その独特のそのケニアっぽい、すごいケニアしかない独特のあれがなんかあんまり感じられなくて、自分の記憶からもなんか薄らいでっちゃったっていうかね、あれこれだったっけあれだったっけみたいのが、これだ、これが久々に飲みたかったんだよっていうケニアの独特な味がちょっとあんまり感じられなかったんですね。
なんて言うんだろう、あの独特の味っていうのはちょっとね、なんかこなんだかわかんないんですけど、はっきり言ってちょっとね、よく本とかだといろんな書き方してるんですよね。でも一番これが近いなと思うのは、ちょっとカシスの味に近いような感じ。ちょっと紫色っぽい果実に近いような風味で、さらになんていうのかな、ちょっとほんのちょっとだけどマンデリンに似たような少しピッとした味があるんですよね。でごめん、全然これね、私個人の言い方なので、多分他の本とかそういう一般的なのではそう書いてないと思うんですけど、あのなんて言うんだろう、そういうちょっとなんていうのかな、そういう意味ではこのイエメンモカとかの要素もちょっと入ってるような、カシスとそれがミックスしたような感じ。全然違うかも、ちょっとね、わかんないけど、そういうちょっと感じが、なんかこのゆらっとした感じが懐かしくてケニアを買ったのに、なんかそれがね、あんまりっていうか、こういう感じだったっけみたいな感じで分かんなかったんですよ。だからと思って、もしかしたら焙煎度がそこそこ深いやつだったから、その要素が少し薄れてて分かりにくかったのかななんて思って、なんかね、もう一回ケニアの昔好きだったあれをもうちょっとはっきり感じたいなっていう欲求が出て、またちょっと別の店でねケニア買ってみようかなっていうふうに思いました。でもちろんね、このお店が焙煎の仕方が悪いとかね、そういうことじゃないと思うんですよ。なんていうのかな、そのそもそもなんですけど、その私があの味がいいな、記憶にある味わい、ケニアっぽい感じもう一回味わいたいなって思った時、何がその味わいとか風味とかの要素の元になってるのかっていう答えが分かんないんですね。で、まあ一般的にね、ケニアのその独特のあれはどうやってどう起きるんですっていうのって、未だにはっきりとした理由っていうのは分からないらしいんですよ。それがケニアの SL 系品種と、そのケニアのテノワールっていうか、そういう環境要因とかの、なんて言うんだろう、相性とか組み合わせとか、もしくはケニアの生成ウォッシュ島のやり方がよりクリーンになるような、ちょっとあのさらに最後水で水洗するような洗い方をしてとか、それが関係するのか。いやでもちょっと風味は逆にクリーンになったから出るっていう感じではないので、もしかしたらそのなんだケニアの土壌で、これ全然違うかもしれないけど、ケニアのある地域でのなんとか族っていうところの土壌ではすごくなんだっけな、鉄分が多い地域がすごくあるとかね、そういう仮説もあったりとか、あとはその風味のその独特のその風味を構成する要素の一つのなんちゃらが忘れちゃった、なんかそういうのが確かあったと思うんですよ。だから原因は全くわからないんですね。もしかしたらこれは品種 SL 系の品種で起きてることなのか、 SL 系の品種プラス何かの要因でケニア独特のっていう風味が起きてるのか。だとしたら SL 系の品種じゃないのが混ざってたら、私が昔飲んでこれケニアっぽいこれだよねって思ってたのが、その品種の関係でもしかしたら薄れているのかっていうのも可能性としてはあるなって思ったんですね。その SL 品種っていうのは S と L スコットラボラトリーズっていう、スコット研究所ですね。で昔その品種とかね、いいコーヒー豆、質の高いカップクオリティのコーヒー豆を育てようっていうのを、イギリスの植民地時代の時に、そういう研究所を作ったんですよね。そのスコットさんの名前をイギリス人の
のあれでスコットアグリカルチュアルラボラトリーっていうのを作ったんですけれども、その中で、いろんなところでこの、フレンチミッション系のというのはブルボンのね、なんて言ったらいいんだろう、そのケニアはいろいろもともとちょっとコーヒーの木はこうあったわけですけれども、いろいろねコーヒーの木って世界中にこう輸出されてて持ってかれていろんな国に広がったわけじゃないですか。でもともとそのイエメンのところが、世界にこう広がって、で一回アフリカに戻ってきた時、逆輸入された時に戻ってきたそのフレンチミッションによって戻ってきた苗っていうのかな、木っていうのをフレンチミッションっていう風に呼んでたりするんですけども、そのブルボン系列ですね、フレンチミッションブルボンですねが、逆輸入されたそのブルボンがその辺に生えててそのフレンチミッションブルボンのやつを、ブルボン系のやつをスコットラボラトリーズの人たちが植民地のケニアでいいコーヒー豆育てようぜイエーイみたいな感じでケニアとかその近隣の国とかでいいコーヒーの木をこういろいろ探して、選別してきたりとかして、それでこの木いいじゃんみたいな、味も美味しいしみたいな、しかもちょっとなんて言うんだろう、木があんま大きくなりすぎないから収穫とかねいろいろ農業として育てるのにめっちゃいいじゃんみたいな、そういうそういういいやつを選別してきたりとかするのが起きて、で今現在私たちがコーヒー買う時に SL28 とか SL34 とか書いてある品種名っていうのは、スコットラボラトリー SL で、34番目とかナンバリングされた、そういうふうに選別された豆ですよっていうのがそのまま品種名になっちゃってるっていうやつなんですね。あれなんでこの話になったんだっけ。そうだ、ケニアのそのすごくこう私がわーこれ美味しいって言ってるのが、もしかしたらその SL 系 SL30、SL28 とか34っていう SL 品種プラスケニアのその風土で育まれた、そしてケニアの生成方法で出来上がった豆によって起こるものなのか、つまり品種が SL28 や38っていうことも大事な要因なのだとしたら、その品種がもしかしたら SL 品種じゃないかもしれないっていうのをちょっとふと思ったんですよ。っていうのも今回買ったお店でのいろんな豆の説明がねネット上で書いてあるんですけども、そのケニアの豆は品種が書いてなかったんですね。で他の国では品種が書いてあるやつとかもあったんですけども、今回ケニアの豆で品種が書いてないっていうことはおそらく、品種の特定が難しくて書けなかったっていうことだと思うんですね。ケニアはやっぱり SL 品種が有名で SL28 とか34っていうのがよくパッケージでも見るんですけれども、同時にこうやっぱねSL 品種は味は素晴らしいっていうような定評があるんですけども、ただ全てのこのアラビカ種の豆全体に言えるんですけども、病気とかに弱いんですよね。病気とか気候とかね、そういうのに弱いんですよ。だからちょっと病気とかが出るとかなり打撃を受けて全滅まではいかないけど、すごいそういうので大変なんですよね、このアラビカ種っていうのが。なので病気に強いやつを品種改良とかでそういうの頑張ってどこの国もやってるんですね。で、どこの国もっていうかあんまりこうそういうのができない国もあるでしょうけど、そういう制度がまだ政府として国として整ってないところとかだとね、ただケニアはね結構そのスコットラボラトリーズっていうのがあるくらいですから、その戦中ぐらいからねイギリスの植民地時代くらいからあって、そういうのを昔からきちんと美味しい豆作ろう、栽培しやすい豆作ろうみたいなのを研究してた国なので、もちろんカップクオリティだけじゃなく病気に強いっていうのもね研究されてて、そういう交配
交配っていうのかな、人工交配っていうのも行われてて、まあそれもねもう前からあるんですけども、そのそういう品種があるんですね。そういう品種。つまり一部この病気に強いロブスタっていう種のものを掛け合わせた品種があって、それがケニアの中で研究されたり考察された品種っていうのは、ルイル11、ルイル地方の研究所かなんかで行われたから、ルイルとかなんかで見たんですけど、ルイル11っていうやつとか、あと何だったっけ、ちょっとど忘れしちゃった、バティアンだったっけ、それに付随してさらにバティアンっていうのがあるんですけども、まあそれは何かっていうと、SL28 とか34とか、まあ、元のブルボンとか、そういう品種名、まあ、それは大まかに言うとアラビカ種っていう風に呼ばれてて、コーヒーの貴族の中のなんとか族の中のさらにこの種っていうのはアラビカとかロブスターとかリベリカとか、そういういろいろあって、まあこれがね125種もあるんですよね。でもその125種のうちの、まあ、一般的にコーヒー業界でよく聞くのは、このアラビカ種、まあいわゆる私たちが飲んでコーヒー美味しいねって飲んでるやつですね。とあとはロブスター種ですね。ロブスター種っていうのは、まあ、一般的にスーパーで売ってたりとか缶コーヒーになったりとか、そういう安いコーヒーに入ってるまああんま美味しくないやつ美味しくないやつって言ったらあれなんですけど、まあだから一般的にカフェとか美味しいコーヒー屋さん専門店とかで扱ってるのはアラビカ種っていう風に思っていいと思うんですね。でロブスタ種っていうのはそういう栽培とかはね、病気とか気候とかに強くて、あと標高が低いところでも取れるっていうねので、すごい栽培しやすい。だからまあそのコスパがいいんですよね。ただあんま美味しくないっていうねまああんま美味しくないって言ったらあれなんですけども、まあ、カフェインの含有量も多くて苦味も強い。ただ雑味が多くて、ちょっとなんていうのかな、ちょっとやぼったい味なんですよねなんていうのかね、旨味成分みたいな、そういう複雑な味じゃなくて、ガーンとしたザラッとした味わいのまあいいや。そのロブスター種が味は微妙だけどすっごく育てやすいし強いよっていうやつと、アラビカ種だから、まあ今言った SL34 とか28とか、あとはティピカとかブルボンとかカトゥーラとか、そうよく見るそういう美味しいねっていう品種ね、アラビカ種の中のそういういろんな品種をちょっと掛け合わせたハイブリッド系なんですね。まあ、ちなみに実際はこのロブスタとアラビカって染色体数が違うので掛け合わせってできないんですよ。アラビカの方が44でロブスタの方が22なので、実際にはこの交わらないものなんですね。でも前にこの東ティモールのどっかの農園でそのロブスターのなぜか染色体数が44の染色体のやつがロブスターのくせにが見つかっちゃって、だったらこのロブスターアラビカと掛け合わせできるじゃんみたいなことでハイブリッドが登場したっていう、そういうのがあるんですけど、まあいいや。まあそれでロブスター、それでロブスターとも掛け合わせができるんですね。ちょっと美味しくないけど病気に強いよみたいなやつで、そのアラビカ種と掛け合わせができるんですけど、ちょっとこれでやっと話が戻って、そのスコットラボラトリーズとかでもその、ロブスターとロブスターじゃないんですけども、正確に言うとそのハイブリッドでティモールっていう元のそのハイブリッドのやつとカトゥーラだったと思うんですけど、カトゥアイじゃなくてカトゥーラとそのハイブリッドでティモールを掛け合わせたカティモールっていうやつがあって、それと、フレンチミッションブルボンを人工交配したやつだから、ちょっぴりロブスター入ってるよっていうやつですねが、いろいろ
交配されたりとかして、ちょっと病気に強いやつを作ったわけですね。で、それは単純にそうだけじゃなくて、いろんなところでまた選抜して育成して、さらにいろいろ複数掛け合わせてとかいうのがやられてて、いわゆる複合品種みたいな感じなんだっけ、コンポジットバラエティみたいな品種なんだろう、そういう品種が話やっと戻ってきたルイル11だったりとかするんですね。でルイル11とバティアンはさらにこのなんだろう、この掛け合わせの1代目か何代目かによってまた違ってくるんですけども、毎回掛け合わせなきゃなんないわけですね。ルイル11っていうのはその掛け合わせ1世代のを出してて、やっぱりそれが1回掛け合わせたの作ったら、アラビカ種って自家受粉ができるので、そのままどんどん2世代3世代4世代と育てていけばいいんですけれども、やっぱり育てていくとそのなんていうんですか、特徴がやっぱりちょっとむやってなっちゃうので、毎回こう人工交配する必要があるんですけども、それがしなくてもいいような感じでまた選抜されていくってできてきたのがバティアンっていう種類らしいんですね。なのでそのハイブリッド、一部ハイブリッドをさらにこういろいろコンポジットにこうそうバラエティな感じにしてなんかそういうつまり病気に強いやつが出てくるんですけども、それでさらにその中でも、一部ロブスター入っちゃってるから味が微妙っていうのもあるけれども、その中でもいろいろ環境要因とか、育て方とかね、あとはそういう選抜、さらにその中でも選抜していってとか育成とかをして、よりカップクオリティのいいやつを作っていこうっていうやつなんですけれども、それでもね、このバティアンとかがケニアの豆には混じっているっていうのがあるんですよね。でそれでやっと話が戻ってきたんですけど、私がケニアの豆でケニアらしい美味しいな、私これがなんか好きなんだよね、なんだろうこのケニア独特のよくわからんけどこれみたいな、その味を作っているのが元々の品種の SL 系 SL28 とか34の品種がポイントになっていたのだとしたら、そのバティアンとかが含有量がここ数年で増えてってしまったのであれば、その味がもしかしたら私が昔よくこれって思ってた、これ好きなんだよねっていうのが今回の買った豆で出てこなかった要因なのかもしれないっていうふうに思ったんですよね。まずこの品種が書いてなかったということは、それがはっきりしなかったっていうふうに考えるのが一般的だと思うんですよ。でやっぱりケニアってね、すごい小規模農家がすごく多いので、品種っていうのがね、まず小規模農家さんの中で、畑の中でもね、これは SL28 とか34とかルイル11系とかね、そういうのがある程度混在して育ててしまっている場合もあるので、だからある程度分けて、このロットはこうとか分けてやっててもちょっと混じっちゃうっていうのはあると思うんですよね。でさらに小規模農家さんで作ってるってことは、農協みたいなそういうなんていうのわからんけど、その共同なんちゃらみたいなところに一回集められて、そこでさらにこの共同のこのファクトリーというかね、要はウォッシュドとかのウォッシングステーションとかね、そういう系のところで生成されるっていうのは全部合わせてやるわけで、だからちっちゃい農家さんのここで作ったこれですよっていうのが全部、混ぜられちゃうわけですよね。ある程度は分かるとは思うんですけども、なのでだから昔はそれでも SL 品種も作ってたけど、最近はやっぱりどんどん植え替え、やっぱり農家さんもリスクがあるじゃないですか、病気で大ダメージしちゃったりとか。だからハイブリッドが混じってる系に、植え替えっていうのも進んでいるっていうのは聞くので、だからもしかしたら最近ここ数年ケニアあんま飲んでなくて、同じカフェでしか買ってなかった私にとってのこの5年くらいの間に、そのハイブリッド系のやつが混じる割合が増えちゃったのかなと思って、ちょっとねネットでそれ調べてみたら、
すごい増えたわけではないけども、やっぱり確実にちょっとずつは増えているっていうのは書いてあったので、もしかしたらそういう要因もあるのかなっていうふうに思いましたね。なんだろう、ちょっと話があっちゃこっちゃ飛びすぎて自分が何言いたかったのか忘れちゃったんですけど、だからもしかしたらそのケニアのちょっとなんか本当に独特な、なんかそういう香りというか風味は品種要因なのか、ケニアの土壌、まあ土に限らずこのテノワール要因なのかちょっとわからないんですけども、まあそういうのを考えると、今度は品種のところに SL28 とかしっかり書いてあるところで買ってみようかなっていうふうに思いましたね。あとさらにそれを確実に品種、なんだろう、 SL 品種の買うのに必要な考え方として、それは今回ちょっとググったりとかしていろいろ調べた時に一つ分かったポイントとしては、なんかこうある程度このトレーサビリティと呼ばれるこのなんていうの、その素性がはっきり分かったところから買う必要があるなっていうか、その方が確実だなっていうふうに思ったんですね。っていうのもさっき言ったように小規模農家さんでそう分かれちゃうっていう、一緒になっちゃうと結構その辺がグレーゾーンになっちゃうので、なのである程度こう大きい農園とかでこの農園ですみたいな書いてあるのあるじゃないですか。よくコーヒー豆で品種で何々農園とかね。あとはこのウォッシングステーションっていうか、このファクトリー的な名前も書いてあったり地域が書いてあったりとかいろいろあるんですけども、農園名が書いてあったらその農園のさらに品種が書いてあったらその農園で育てた何々品種っていう風に書いてあれば、そのファクトリーとかそういうところで混じってる可能性がすごい少ないわけですよね。より純度高くその品種のものを使ってる可能性が高いっていう風に考えられると思うので、だから農園と農園名と品種名がセットになったところで買えば、そのより確実に SL28 とか34の品種が入手混じってないのが可能性があるよねっていうことをチャッピーに聞いたんですよ。チャット GPT にね。そしたらチャッピーのアドバイスとして、確かにそうだねっていうことではあったんですけども、プラスアルファでエステートって書いてあるところをチェックしたらいいっていうふうに書いてあったんですね。でエステートっていうのは農園の、日本語で言うと農園なんですけど、私農園っていうとファームっていう言い方が普通かなって思ってたんですね。だからファームなんとかなんとか農園っていうのはなんとかなんとかファームっていうイメージだったんですけども、なんとかなんとかエステートっていう書き方をしてたら、エステートのいう意味は、大規模農園とかね、そういう意味らしいんですね。でさらにただ大きいだけじゃなくて、なんていうか一貫して管理できるような大規模農園っていう意味らしくて、エステートがつまりその農園ではその豆の生成プロセスも自分のところでできちゃいますよっていうことなんですね。だからその農協とかその一般的なファクトリーにこう持ち込んでとかそういうんじゃなくて、その農園で全て完結できちゃいますよっていうのがエステートなので、よりこの品種とかをしっかり選別っていうかしっかりこれは SL28 っていう風にしっかりこう分けて育てて、で自分のところでしっかりとなんつうのやって生成プロセスもきちんとそこで行ってっていうことが考えられるので、より精度高く混じってない豆を入手するっていう意味では、エステートっていうついてる表示のところを買うっていうのも一つの方法ですよっていうのを書いてあって、なるほどってすごい納得したってことですね。でもしかしたらあんまりエステートまで書いてある表示してあるお店さんロースターとかカフェとかないかもしれないですけども、これはね
今までになかった考え方だったので、一つねチャッピーに教えてもらってよかったなと思いましたね。今度はエステートかどうか、もしくはエステートと書いてなくても農園名とかが載ってたら、同じ名前の農園名ってその国の中でいっぱいあると思うんですけど、どうにかネットを駆使して実際どの農園なのかっていうのをね無理やり調べ上げるっていうこともできるかもしれないので、最近はね個人でこの SNS とかを使ってその農家さんとかも発信してるところもあると思うので、そういうのとか、あとは輸入を個人輸入でしてるのか商社でしてるのかとかね、そこの商社でのホームページとかそういうのでなんか載ってるかもしれないので、そういうところでも調べられるなっていうふうに思ったんですよ。だからそういうのを調べてどうにかSL 品種純粋なものを今度は買ってみたいなと思いますね。でもちろん純粋な SL 品種がその私が昔これだって思ったケニアの風味の要因の一つなのかどうか分かんないので、それは分かんないですけど、あとは焙煎度ですね。ちょっと焙煎度がごめんなさい、また話があれなんですけど、今回はちょっと自分の好きに話すってことでそういう感じで焙煎度が今回ちょっとやや深入りだったっていう風に言ったじゃないですか。でもしかしたらあれもうちょっと浅入りの方が感じ出るかもしれないなっていうの感覚的にあったんですね。だからちょっとあんま深くない中入りぐらい、もしくは中入りだけどやや深めぐらい、浅入りでもいいかもしれないな。浅入りより中入りぐらいの方がいい気がするんだけど、豆の私が前に飲んだやつだと。だから焙煎度もね今回のよりややそこまでいってない焙煎度の中入りくらいのを買ってみたいなっていうふうには思いましたね。ただケニアの豆ってやっぱねちょっと硬いので、硬いっていうかね硬くて密度が高いというか硬いんですよ。詰まってるんですよやっぱこう。なのでちょっと多分ロースターさん焙煎師さんもこの焼きの熱を入れるのに結構浅入りで揚げるのとかって難しいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。中まで火を通す生焼けにならないようにっていうのと、あとは単純にそれだけじゃなくて今回買ったカフェの焙煎師さんもこの生豆だったらきっとこういう特徴があってこの辺の味わいを狙っていこうっていうプロファイリングをした上での焙煎度に上げてると思うので、やや深めの焙煎度に上げてると思うので、だからただ全体的に硬いケニアの豆はあんまり浅入りよりもややなんていうんだろう、熱を入れたことによって起きるこの化学変化によって生まれる味のいい部分がすごく良くなるので、甘さとかもね。だから中入りか中入りよりちょっと進んだぐらいで焼いてるとこが多いような印象はあるなっていうふうに思ったんですよね。だから今回はねやや深入りだったけど、そのロースターさんというかね焙煎師さんもその焙煎度がこの豆のキャラクターとしてはすごくいい味わいを出すポイントだなっていう風にして、その熱の入れ方もそのプロファイルもそう組んでやってると思うんですね。でないとやっぱりある程度深入りにしちゃうと、これはちょっと私の個人的にそうじゃないかなと思うんですけども、やっぱりなんていうんだろう、原価率が悪くなるんじゃないかなって思うんですね。だって豆ってどこでもグラム単位で売ってるじゃないですか。で焙煎が進めば進むほど、水分が抜けていって軽くなるので豆の量たくさん使わなきゃなんなくなるわけですよね。同じグラム量で売ってるんだったら。浅入りだったらなんだろう、も水分量がまだあるのでそこそこの重さなんですけども、深入りになればなるほど水分量が抜けるので豆の量を多くしなきゃじゃないですか。そうするとやっぱ売る側からしたらね、だったら浅入り売った方が同じグラム数でも生豆多く使わなくて済むから原価率高いよねみたいな話になるので、わざわざそこそこ深い焙煎でしてるってことは焙煎師さんがこれくらいの焙煎度合いがこの豆のいいところを出すぞっていうふうにこう分析した上でやってくれてるはずなので、じゃないと損じゃないですかなのでそれすごくそこが
なんていうか、逆に言うとケニアの豆ってすごく密度も高くて味がめっちゃ詰まってるので、ある程度こう焙煎度を進めても、なんていうのかな、もともとの生豆のもともと持ってた味がある程度残るというかね、こう加熱によって失われてしまう植物由来の味も豆自体が強いので、密度高くてあれなので残るっていうのもあって、ある程度深入りにしてもこう味がこうなんていうんだろう、平らにならないというかね、なんていうか複雑ないろんな味が残るっていう感じはします、印象的に。あれなんでそんな話になったのかな。なので、焙煎師さんがそれくらいのやや深入りがいいと思ってやったんだと思うんですけども、だから今回は今回ですごく美味しい豆だったなっていうふうに思うんですね。ちょっとどう美味しかったのかっていうのを話すとまたここで15分くらい経っちゃいそうなので、これはやめて何が結局言いたかったのかな。そんな感じでまたケニアの豆を買いたいなって思うのと、あとね、こう今回久々に違うカフェとかね、ロースターさんでネットで購入した時に思ったのは、どれにしよっかなって思う時に、やっぱりこうその判断基準になる情報が少なくてっていうのがあるなって思ったんですね。それでこういろいろ選んでて、これ書いてくれたらめっちゃ嬉しいのになって思うのは、私焙煎師さんのこうその個人のでいいので意見みたいな、こういう風に狙いましたみたいなね、それを書いてくれたらめっちゃいいのになっていう風に思ったんですね。こういう特徴のある生豆でこう熱を入れるとこうなので、こういう風にしてこういう味を出すように狙ってこのように熱入れしてこの焙煎度合いに仕上げました。なのでこの豆はこういう特徴を味わっていただけるように焼きましたみたいなのを書いてあると、なるほど、この豆だったらそういう系の味を狙って出したんですねっていうのが分かれば、その方向性、ベクトルの方向性が分かれば、じゃあよりその味がうまく出せるようなドリップの入れ方をすればいいんだねっていう風に、こっちはちょっと方向性が分かりやすいじゃないですか。なのでそういうのも書いてくれるといいなって思ったんですね。全然焙煎師さんの主観的な意見で全然いいので、それがあるとめっちゃ分かりやすいなっていう風に思いましたね。で今回のね、このケニアの豆も結構焙煎度進んでて、初めてねこうパッケージ初めて開けてこう使う前に、私初めて買った豆って結構一回食べてみるんですよ。一粒ボリボリ食べるんじゃなくて、ちょっとカリッとしてほんのちょっとこう食べてみるんですね。それでなんか味をちょっとチェックしたりとか、あとは指でこの硬さをグイグイグイってやって、どれくらいの硬さなのか、硬さなのかっていうか焙煎度ですね。水分量というか、今回の豆はケニアの豆は自分の指でグッグッグッってやったら、ちょっとこう力をグイーって入れたらこうちょっとちゃんとひびが入って少し割れるくらいの水分量になってたので、やっぱ焙煎がねやや進んでる、やや深入りの焙煎だったんですね。だから一番最初に入れた時は私も悪いおこげが出ちゃう失敗のドリップになったわけだけども、だからこの悪い成分が出てくるレベルのあれだったなっていうのは、こう指でグイグイってやった時に多分なんとなくイメージはついたんだろうけど、こと初手だったのでね、ちょっとあんま上手に入れなかったんですね。でやっぱりこう一番最初に入れた時にこのドリップし終わった後のこのカップには入れない残り汁のところにはっきりとした焦げの苦みが観察できたんですよね。もう本当になんか最近ずっとそこまで焙煎度が高いやつ飲んでなかったんで、すっげえ久々にビニールカテコールオリゴマの味だなっていう風に思ったんですよ。なんかすごいオタクっぽい名前なんですけど、なんか名前がかっこいいから
なんとなく記憶にずっとあったんですけど、そのいわゆるおこげの悪い味のやば、また話がごめんなさい。これビニールカテゴールオリゴマーっていうのは私が結構好きな本のあのあの丹部幸宏さんっていう、大学の教授とかもやられてて研究者の方ですねが、別にコーヒーの研究してるわけじゃなくて、いろいろ多分微生物とか、あとは病気とか、そのがんがなんちゃらとか、多分そういう研究をされてる人が、片手までっていうほどじゃないんですけど、わざわざ本まで出しちゃうぐらいなんで、そういう科学者というかね、そういう研究者の方が書いた本の中で、そういう成分のこととかもね、すごくこうロジカルに書いてくれてるのが、なるほど、だからかみたいな感じで分かりやすくてすごくいいんですけども、その丹部博士丹部先生の本とか、あとはカフェバッファの田口守さんの本とかでも、そういうしっかりロジカルな書き方してくれてるので分かりやすいんですけども、だから絶対これはビニールカテゴールオリゴマーの苦味っていうのが、なんかこういろいろやってるうちに昔こう分かるようになって、で最近は焙煎度が高いのあんま飲んでなかったから、今回ははっきりとそのビニールカテゴールオリゴマー懐かしいみたいな風味を感じたんですね。でこのおこげの悪い苦味ではあるので、すごいネガティブな味なので、今回はそれを出さないようにしたんですけども、でも何て言うのかな、私昔すごいエスプレッソが大好きな時期があって、実は今でも好きなんですけど、自分家にデロンギのエスプレッソマシンがあって、それでもうよくエスプレッソ飲んでた時があったんですね。もうスイッチ一つでこうビーンってこうもう豆をねちゃんと粉にしてくれて、その場でもう全部自動でやってくれるやつだったんですけど、それがねすごく美味しいエスプレッソをね作ってくれるんですよ。やっぱエスプレッソはね全部自動じゃないとね、自分でやるにはちょっとテクニック的なもので難しいので、美味しく入れれないのがあるので、エスプレッソマシンだったらね全自動のがやっぱいいと思いますね。また話があれなんですけど、エスプレッソとかだと結構苦味がね、若干焦げの苦味が入ってるっていうタイプのやつも好きなんですよね、私。一般的にはね、焦げの苦味は悪い苦味、ネガティブな味っていう風にね評価されがちなんですけれども、エスプレッソでやや焦げを感じるっていう系統のエスプレッソもそこそこ私好きだったりするんですよね。だからこれは悪い味だって言われてる苦い味、苦いの中でも焦げ以外の苦いキレのある美味しい苦味とかもあるんですけども、今回のビニルカテゴールオリゴマーとかだと、いわゆるネガティブな味なんですね。この炭の味というかね、焦げちゃった味なので。でもそれもほんのちょっと入ることでなんて言うんだろう、こう全体の味のなんていうか、ほんのちょっとだけだったらそれが一つ味の構成要素になって、それも悪くないっていう風にはなると思うんですよね。京都のすっきりした出汁の透き通った出汁が美味しいが全てだっていうわけじゃなくて、例えば山形とかそのごった煮みたいなやつのアク取りとかはしないけれども、そういうのも相まって複雑な美味しいって味が出る、どっちが正解とかないとか、それに近い気がするんですよ。でそれで言ったらエスプレッソとかでも、さっき私ロブスターまずいとかね、味がこうザラザラしてるしソヤでなんかこう美味しくない味だみたいな風に言っちゃったんですけども、例えばイタリアとかね、エスプレッソが有名な国とかだと、そのイタリアのエスプレッソだと結構ねロブスターの配分を多く入れたりするらしいです。ちょっと飲んだことないんで分かんないんですけど、ただちょっとねそれ分かるなって思いましたね。ロブスターってやっぱ苦味が強いんですよ、アラビカに対して。でちょっとドシンとしたこうソヤな感じがあるんですよね。あれがちょっと混じると逆にエスプレッソとしてはそういう味わいのエスプレッソはいいな、ちょっといいかもなっていうのは分かる。その何をもってこれは美味しい美味しくないっていう
風に評価するかの違いなだけで、ロブスターはやっぱロブスターの良さがあると思うんですよね。だからチマタっていうブレンドコーヒーの中でもロブスターをある程度入れて、この苦味のパンチをとかね、ちょっと乱暴な感じのを入れてもいいような気がしたりとかしましたね。あとそれで言ったらすごい今思い出したんですけど、昔ベトナムに行った時ベトナムコーヒーを飲んだんですけども、観光地的なとこじゃなくて、結構ローカルなすっげえ田舎のちょっと変なとこで飲んだんですけども、あんまり味は覚えてないんですけど、ザラッとしたね、ちょっと入れ方とかそういうのもあると思うんでしょうけど、そういうのもあると思うんですけども、ベトナムってロブスターが 90% 以上なんですよ、栽培が。ベトナムコーヒーって品種が9割以上がロブスターで、1割未満しかアラビカは育ててないんですね。やっぱアラビカってね、ちょっと標高高いとこじゃないと育てるのに適さないとか、そういうのもあると思うんですけど、いや、そのベトナムで飲んだベトナムコーヒーは、だからほとんどロブスターで作ってると思うんですよね。多分 100%、今はどうなんだろう。私がベトナムコーヒー飲んだのもあれいつ33、4歳ぐらいだったと思うので、もう17、8年前かな。いや、もっと前かな。ちょっと忘れちゃった。30何歳だ。いいや。何が言いたかったんだろう。そうベトナムコーヒーもそのロブスターで作ってて、そのロブスターの味わいであれが美味しいっていう、またそのその基準、何をもって美味しいとするかっていうのはちょっと人が決めるものではないっていうのがあると思うんですよね。それで言ったら、例えばロブスターまずいみたいなこと言っちゃったけど、最近はロブスターでもすごい丁寧に作ってというかね、美味しい品種を育てようっていうのもあるらしくて、そういういわゆるファインロブスターっていう風に言うらしいんですけども、そのロブスターの品質も高めようっていうのもあるらしいので、同じ品種であってもその作り方とか環境要因によって味はある程度底上げできるっていうのはあるみたいなんですね。でそれとはいえ品種がロブスターだからアラビカみたいな味が出るっていうのとは違うと思うんですけども、そういえばね、昔まだ都内に住んでた頃だから、5年以上前ですね、ちょこちょこ行ってたある美味しいスペシャルティーコーヒーを出してくれるお店で、結構そこのお店の人とそこそこ話したりとかしてて、そこのお店ではね、いろいろちょっと新しいお店に出してないのとか、ニュークロップじゃなくてカレントクロップのものが手に入ったからそれを出してくれたりっていうのは、カレントクロップっていうのは収穫して1年未満の豆で、結構それって意外と日本に入ってくるのがあんまなかったりとかするんですよ。ちょっと今は分かんないですけど、だいたい1年以上経った豆を出してるところが多いんですけど、そういうのを出してくれたりとか、あとはそこのお店で独自でこれからロブスターの中でもすごい品種のいいロブスターをもしかしたら出すか分かんないけどちょっと入手してっていうのを一回このロブスターだけの試飲で飲ませてくれて、ただそれはね冷たくしたやつだったんで飲ましてもらったんですけども、舌触りはザラッとは若干してたんですけども、よくねロブスターって麦茶に似てるって言われるんですよ、味が。で実際ねちょっと麦茶っぽかった。でもコーヒーっていう概念の飲み物とは若干違うけど、これはこれでちょっと美味しいなって思いましたね。でちょっと豆っぽさの臭みみたいのも若干あったんだけど、ロブスターしてないか、それがちょっと弱い感じかなっていうのはありましたね。ちょっと何が言いたかったのか分かんなくなっちゃったですけど、今回はね好きに喋ったって感じです。もうちょっとこの辺でもう勝手に着地点を作ろうと思いました。私ちょっとメンタル的な体調が今良くないですけど、マイペースでねちょっとゴロゴロして戦略的怠惰をして、でまた適当にちょっとお休みしてからまた
なんだろうな、頑張るっていうか、ちゃんと、なんていうのかな、その、いい方向に行ける頑張り方の方向性をきちんと定めた頑張りをして、時には怠惰は戦略的っていうね、戦略的怠惰を入れながら、マイペースでね、やっていこうかなっていうふうに思います。ということで、皆さんもそれぞれ、なんだろう、元気にお過ごしください。それではまた。